皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ウクライナから様々な情報が入ってきているので、関連ニュースと合わせて解説をしていきましょう。まず今回最初にお伝えするのは、フランスから供与されたウクライナ軍の誘導爆弾による攻撃。この関連映像が相次いで発表されているのでご紹介しようと思います。フランスから供与されている AASM ハンマー誘導爆弾は、もともとは航空用の通常爆弾に精密誘導キットを後から付けたものです。射程は15キロから40キロ。フランスからウクライナに対する供与数は月あたり最大50発。これを年間を通してウクライナに供与するとのことです。そのため2024年実績では600発がウクライナへと供与されたとのことです。供与された AASM ハンマー爆弾はウクライナ軍の MiG-29 やスホーイ27、また F16 戦闘機でも使用できるようになっており、映像ではどの戦闘機によって攻撃が行われたかはわかりません。射程距離が長くても40キロ程度といったことで、ロシア軍の前線、兵士が多く集まっている場所や、比較的小さめの弾薬集積庫などに対する攻撃で建物を破壊するのに役立っています。映像の中にある程度原型をとどめた建物が多いのは、主にはロシア本国クルスク州における空爆作戦だと見られています。東部戦線における戦いにおいては、このように高層住宅が形を残しているといったことはちょっと珍しく、ロシア軍が建物の中に隠れていることも多いのでしょう。続いてはウクライナの大型ドローンによる攻撃。こちらは飛行機型のドローンがロシア領内にある爆発物関連の製造工場に対する攻撃を行いました。工場では火災というよりは爆発が起き、それに伴って製造工程途中の様々な製品などにも連鎖的な爆発が起きたようです。ただ、ロシア領内にはまだまだ多くの火薬製造を行う工場がありますから、この一箇所だけで息の根を止めることはまだまだできません。そして、ロシア軍の前線において新たに補充された車両が映像として公開されていました。映像についての説明なのですが、受け取った部隊においては戦車や装甲車といったものがなかったことからかなり落胆していたとのことです。年季の入ったバイクや自動車、これらについては非常に調達が容易なのでしょう。やられても一応バイクや古ぼけた車であれば補充はされるとのことです。これに乗って突撃しろと言われる兵士の気分は私はあまり分かりたくはありません。続いては戦争の長期化に伴う兵器の開発競争について、ここ最近では小型ドローンによる攻撃では電子妨害の影響を避けるために光ファイバーで有線接続されたものが非常に多く用いられています。この時、光ファイバーの長さというのが移動距離の限界となります。そこで光ファイバーの長さについてもどんどんと長いものが作られるようになってきました。こちらの写真では 50km にも及ぶ光ファイバーができたというような話が出ていました。ウクライナ、ロシア双方におけるこうした光ファイバーの延長合戦といったものは続いており、前線においてはこのような光ファイバーの詰まった筒型の装置を搭載したものがどんどんと増えているそうです。そのことを示しているのがこちら。前線ではあまりにも光ファイバーを使った小型ドローンが飛び交うために、その後に残された糸がもうあちこちに残っています。こちらの映像ではちょっとわかりづらいですが、ちょっと歩けば足に引っかかって糸が絡まるようなことにもなっていきます。現状作戦上においては大きな障害とはなりませんが、光ファイバードローンがどれだけ多く使われているかを示す映像だと言えます。続いては EU からロシアに対する制裁強化の報道。ロシアが理解できる言語は力だけ。ロシアに対する新たな制裁措置を発表する EU のフォンデアライエン欧州委員長。EU はロシアに対する新たな制裁措置を発表した。ロシアによるウクライナへの連日の攻撃で死者が出ていると言及し、最近の外交努力にもかかわらず、ロシアには平和への関心がないことがわかると指摘した。制裁は、ロシアが2022年にウクライナへ一方的な全面侵攻を開始して以来、18回目となるロシア政府が石油ガス生産から利益を得る能力をさらに弱めることが狙いだ。この提案には、ロシア産原油輸出価格の上限を1バレルあたり60ドルから45ドルに引き下げることが含まれる。また、ロシアによる既存の制裁回避を支援する第三国においては、ロシアの銀行及び金融機関が行う取引を全面的に禁止するとしている。EU は、ロシアのエネルギーインフラの使用禁止も提案しており、
ロシアからヨーロッパへ天然ガスを送るためのパイプライン、ノルドストリームに関するあらゆる取引に EU の事業者が直接的、間接的に関与することを禁じていると述べた。この新たな制裁措置は、EU 加盟27カ国の承認が必要となる。ハンガリーやスロバキアといった親ロシア派の政権がロシアに対する追加制裁について懸念を表明したことを考えると、承認は複雑になる可能性がある。記事にもあるように、ハンガリーやスロバキアといった国は、ロシアに対する制裁にできるだけ妨害をしてきます。そのため EU 加盟国様々なところでハンガリーなどに対して補助金を止めてはどうかといったところから政治的な交渉などが行われていくのがこれまでの流れとなります。いわゆるごね毒を狙うというわけです。最終的には折れるとは思いますが、制裁発動までの期間を後ろへと伸ばす効果が妨害にはありますから、EU の全会一致を目指すという精神が現実とかなり噛み合わなくなっていることを意味します。また、トランプ政権の今後の動きについても報道がありました。産経新聞、ウクライナ支援削減、ヘグセスアメリカ国防長官、2026年度予算で、ヘグセス国防長官は、ロシアの侵攻を受けるウクライナへの軍事支援を2026会計年度、2025年10月から26年9月予算で削減すると発言した。下院歳出委員会の国防省委員会で民主党の議員の質問に答えた。削減の規模や具体的な対象は不明。ヘグセス長官は、ウクライナに対し多額の軍事支援を続けたバイデン前政権を念頭に、ウクライナの紛争に対するトランプ政権の考え方は基本的に異なると強調した。交渉による解決がロシア、ウクライナ両国とアメリカの利益にかなうと語った。冒頭で紹介した ASM ハンマー誘導爆弾は、性能から言えば一般的なミサイルよりも低いものです。射程距離は短いですし、ウクライナに供与されている爆弾の重さも250キロ爆弾程度で、それよりも大型のミサイルはいくらでもあります。しかし、そのようなものであったとしても、戦場においては非常に多く用いられています。それというのも値段の問題があります。戦争の長期化に伴って高性能しかし非常に高額な兵器といったものはどうしても大量に使うことができません。例えばフランスからウクライナへと巡航ミサイルスカルプが供与されていますが、一発 1.5 億円程度だと言われています。それに比べると ASM ハンマー誘導爆弾は一発あたり4000万円から4500万円程度だと言われており、当然のように安い方が大量に揃えることができます。また、製造するために必要な部品類などに対する技術レベルなども巡航ミサイルよりも誘導爆弾の方が低いと言われています。フランスはウクライナに対して月50発程度のハンマー誘導爆弾を供与していると言われています。一方で巡航ミサイルについては残念ながら月4発か5発程度を最大として10発20発といったレベルでは供与していないそうです。こうした誘導爆弾や巡航ミサイルの供与についてはイギリスとフランスが今のところヨーロッパにおいては多くてウクライナ空軍を支えています。そしてこの分野に行ってもロシア・ウクライナ間における開発競争が行われており、ロシア側も同様のもともとは航空用爆弾ですよというものについて後付けのキットで精密誘導兵器に変えるといったものも前線に対する攻撃で多用されています。このような値段のことを考えると長期戦を戦うときにどれだけそれなりの性能でもいいから数を揃えられるかといった考え方で装備品の種類を揃えておくことは非常に重要でしょう。また小型ドローンの飛行距離を伸ばすために、そして妨害に強くするために光ファイバーをどんどんと長いものを用意しているという点についても、その技術開発の競争について継続的に監視が必要でしょう。何しろ小型ドローンであったとしても、もしも電力供給を兼ねるようなケーブルで有線接続したままそれが100キロ200キロなどというちょっと無茶苦茶な飛行距離をいずれは記録するようになるかもしれません。もちろんそれにはどれだけのコストがかかるかであるとか、科学技術的にどれだけ実現性があるかといったところで様々な開発が行われ、実際には難しいかもしれません。しかしそのようなことを考えたときに日本は大丈夫かなという考え方をしておくのが良いでしょう。例えばウクライナのゼレンスキー大統領はロシアが生産している大型ドローンシャヘドシリーズについて北朝鮮に技術供与が行われ、もはや北朝鮮でも同様のものが作られるだろうと述べています。大型ドローンシャヘドの射程距離は 1500km から 2000km まで、また
改良を加えれば当然のように射程距離を伸ばすことができるものであり、1機あたりの値段は500万円に届かないぐらいだろうと言われています。ですから、国民が飢えてしまうといったことを無視するような軍国主義国家においては、こうした安価で数を揃えて攻撃できるよといった兵器を大量に生産する危険性があります。これを待ち構えて迎撃するためのミサイルが一発1億とか2億円とかするようでは当然のように長期間の戦闘には耐えられません。海外で起きている技術開発競争がどのように戦場を変えていくか、そのための知識もぜひとも更新していってください。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナ情勢にまつわる情報の更新をしていきました。情報の整理整頓に役立ったなと思われた方はぜひとも評価ボタンのクリックとスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。